今週の日曜行われるワンチャンピオンシップ日本大会について、アドリアーノのセコンドにつくことになっているので、少し面識があったんで、応援っていう形は取れないけどベスト尽くして頑張ろうっていう風に連絡したら、お互い全力でやろうみたいな、僕の格闘技熱みたいなのを支えてくれてたのって青木さんなんですよ。戦いで見せる2人の対決なんで、いくつ抜きで楽しめる試合になると思います。Welcome to リンヤマンチャンネル。練習後に公園からお届けします。お願いします。今日は何話してくれるんですか？今週の日曜23日、自分の30歳の誕生日にですね、行われるワンチャンピオンシップ日本大会について、喋りますか。自分はアドリアーノのセコンドにつくことになっているので、会場に行きます。なるほど。対する相手は若松選手ですよね。そうです。そういうことですね。はい。で、アドリアーノ選手のセコンドにつかれると。はい。ということになったんで。じゃあ今お話に出たそのアドリアーノ選手対若松選手、試合について、まあもちろんちょっとアドリアーノ選手側の、チームにはなるんですけども、そうですね。試合展開としてはどういう風に見られてますか？2人1回タイトルマッチでやってるんですよ。アドリアーノがデミトリス・ジョンソンを KO して、でチャンピオンになって、そこに若松くんがチャレンジャーという形で確か3年前ぐらいに、1回試合してて、その時はアドリアーノが若松くんがタックル入った時に得意のギロチンで、決めて勝ってる。自分はもう ATT 所属になったので、日本にアドリアーノがついてからいろいろ練習場所を連れて行ったり、減量食あるところ連れて行ったりしてサポートさせてもらってますね。すごい、調子も良さそうだし、ATT にいる時のテンションと変わらず陽気な感じでずっと喋ってて、自分が何か言ったらそれをずっと真似して笑ってるみたいな、みたいな。陽気な選手なんですね。陽気です。もうブラジリアンって感じなんだ。音が好きで DJ も趣味で回したりしてて、昨日とかコーヒー飲んでたら DJ のリミックス持ってきたから買って回したいなとか言ってて、どっか回せるとこないとか言ってDJ 好きなんだみたいな。その DJ こっちっすよ。デミトリス・ジョンソンじゃないですか。DJ はもう MMA と一緒だろうみたいなこと言っててみたいな。ここでリズムチェンジだとかトーンダウンだとか、ここでこのスパイスある曲差し込むだとかみたいな、オリジナルの型ができるんだみたいな。やっぱ強い選手は何でも MMA につなげちゃうんだなみたいな。だから他の趣味があるとそれが MMA にも生きてくるから、なんか持った方がいいよみたいな風には、いいアドバイスくれましたね。これって言ったのがあんまりないんで、自分はすごいリラックスしてて、パフォーマンス出す準備はもうバッチリかなっていう風に。体重も全然問題なさそうで、若松くんも、昔練習一緒にやってたりとか、自分が始めた時にしてたりしてたんで、やっぱその能力の高さとか飛び込みの速さ、体のバネの強さとかやっぱすごいあって、そこはやっぱすごい強みだし、世界に通じるものなので、すごくいい試合になるかなって思いますね。楽しみですね。若松君は多分打撃で勝負したい。でアドリアーノは、寝技で勝負したいっていう構図になると思うんですよ。で前回その中で若松君がタックル入った時にアドリアーノが寝技で取ったんで、そこももちろん若松君はより警戒していくとは思うし、アドリアーノも来てくれないなら自分で展開作りに行くしかないので、そこのせめぎ合いになると思いますね。自分も少し面識があったんで、アドリアーノセコンドつくことになった時に若松くんに応援っていう形は取れないけどお互いベスト尽くして頑張ろうっていう風に連絡したら、もちろん関係ないよ、お互い全力でやろうみたいな風に言ってくれて、気持ちいい男なので、
で終わったらまた話そうみたいなね、はい言ってくれたし、だから僕はがっちりサポートして、はい、アドリアーノに勝ってもらうように、はい、ベストは尽くします。2戦目としては何かあります？やっぱ僕は一回プライドがなくなって落ち込んでた時期に僕の格闘技熱みたいなのを支えてくれてたのって結構青木さんなんですよ。あの人が僕の目には一人でもう引っ張って日本格闘技界引っ張って世界挑戦する姿を引き続きつないで見せてくれたりしてたんで、やっぱヒーローだったし、去年のワン日本大会も相手が当日にキャンセルで変わってジョン・リネカーっていう危ないストライカーがいきなり来て、パワー系のそれを1ラウンドで決めきって完封して、もうほぼ打撃一発も出させずに、やっぱなんかスターだなっていう、なんかすごい興奮させてもらったり、はい、したんで、やっぱ青木さんの試合は結構楽しみ、常に、はい、エドワルド・フォラヤンっていうもう3回やってる相手なんですけど、4回目になる、これもまた寝技に持っていきたい青木さんと、はい、多分殴りたいフォラヤン、分かりやすい試合になると思うんで、青木さんの試合は常にエキサイティングなんで、自分にとって、はい、青木選手に対するリンアマンの気持ちっつうのを私初めてこう聞かせていただいたので、なんか面白いですね。確かにそうですね、あんまり喋ることはなかったかもしれないです。そうですね。やっぱりこのワンの、メインキックボクシングではあるんですけど、タケル選手対ロッタン選手、これはやっぱり楽しみな試合にはなってくるんじゃないですか。戦いで見せる2人の対決なんで、面白い試合になるし、どっちかが絶対に、はい、どっちかを倒す試合にはなるような気がしますね。どっちも倒れないっていう可能性もありますけどね、ひたすら殴り合った挙句、はい、いやでもどっちみち激闘にはなるんで、メインイベントにはふさわしい、会場はもう爆発すると思います。技術展開とかもう全く分かんない、あそこに関しては、ただファイトする2人だから純粋に格闘技ファンとして楽しみってことですよね。そうですね、理屈抜きで楽しめる試合になると思います。以上が自分の今週末のワンチャンピオンシップ楽しみにしている試合でした。会場で見かけた方は誕生日おめでとうって言ってください。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。視聴者から質問があったんで、外で視聴者さんが見かけた時に、このタイミングだけは声かけないでくれみたいなところってありますか？ないです。女の子とデートしてる時とか。全然いいっす。彼女とデートしててもいいし、大丈夫。参拝中か、そんな気のいいところで出会えるのもね、確かに嬉しいですからね。なるほどね。